ナルトの世界で最強の代名詞といえば、やはり歴代ホカゲたち。千住柱間、千住扉間、プロフェッサーサルトビヒルゼン、そして黄色い閃光波風港。私たち読者にとってホカゲたちは常に憧れの存在であり続けました。もし彼らがあの伝説の三人ジライアすら葬り去ったペイン陸道と前情報なしで戦っていたら、あなたは各ホカゲの勝率は何%だと思いますか？ペインを前になすすべなく散る意外な実力者。逆にペインを赤子扱いしてドン引きさせる規格外の化け物。そしてナルト界のアイドルに突きつけられる残酷な現実とは？ということで今回はナルトファン歴22年の私バチがペイン vs 歴代ホカゲを徹底考察していきます。圧倒的ナルト愛と具体的な根拠を挙げて考察していますので、きっと今までにない視点を提示できるはずです。ナルトという作品をさらに奥深く味わえる、そんな情報をお届けします。ペイン陸道とは、ナガトがチャクラ受信機を埋め込み遠隔操作している6体の亡骸のこと。最大の特徴にして最強の武器は何といっても視野共有システムでしょう。ペインの一人が見た映像はペイン陸道全員にリアルタイムで共有されるため、視覚からの攻撃が意味を持ちません。ヒューガ一族の白眼ですら後頭部にほんの少しの視覚があるのに、それを嘲笑うかのような、とんでもない初見殺しのギミックを持っているわけです。しかもペイン陸道のコントローラーを握るナガトは渦巻き一族の末裔です。無尽蔵のスタミナで視覚なしの6人が連携して襲ってくる。この理不尽さこそがペイン陸道の強さの正体なわけです。ではペイン陸道の個々の能力もサクサク解剖していきましょう。まずはリーダーとも呼べる存在で引力や赤力を操る天道。メインウェポンの神羅転生と万象転院は誰しも一度は真似した経験があるのではないでしょうか。次に厄介なのは忍術使いにとっての絶望の壁ガキ道でしょう。あらゆる忍術を吸収してしまうガキ道。ジライアの先方ゴエモンすら無効化されたシーンは漫画の前で、あるいは画面の前で絶望したことでしょう。そしてペイン陸道攻略の難易度をさらに引き上げるキーマンが地獄道。地獄道のヤバさは魂を食らう能力もさることながら、倒された他のペインを蘇生できる点。つまり地獄道がいる限りペインは何度でも蘇るゾンビ軍団と化すわけです。その他に口寄せ銃を影分身感覚で大量展開する畜生道。ミサイルなどのあらゆるからくりを操り、世界観を一人だけ科学忍具の時代まで進めてしまった修羅道。相手の頭を掴んで記憶を読み取り、魂を引っこ抜く即死攻撃持ちの人間道。物理アタッカー、攻撃無効化、ヒーラー、召喚師と RPG の完璧なパーティーのように隙のない連携で戦うわけです。当時の連載やアニメであのジライアですらも追い詰められていくシーンを見て胃に穴が開きそうになったのではないでしょうか。私も当時単行本を握りしめながらジライアの殉職の絶望に震えたことが思い起こされます。ではこんなチート集団を一体どうやって攻略すればいいのでしょうか。正直前情報なしの初見で挑んだ場合、陸道クラスの最強キャラを除けば勝率は限りなくゼロに近いと私は考えています。ペイン攻略に必須の要素は主に5点。まず一つ目は視野共有の攻略。ジライアが結界ガマ兵糧に引きずり込んで畜生道を撃破したように、強制的に分断して1対1に持ち込むか、あるいは現実で視覚そのものをジャックする必要があります。あとは1000人モードのナルトがやったように、煙玉で視界を遮断してその隙に特攻するという比較的初歩的な戦術でもクリアできますが、あれはペインの視野共有についての情報がすでにあったからこそ取った選択肢です。二つ目は倒す順番です。蘇生役である地獄道を真っ先に潰さない限り、どれだけ苦労して天道や修羅道を倒しても数分後には新品になって戦線復帰してきます。しかもこの地獄道基本的には後衛にいて、他の5人が全力で守っているため、近づくことすらも至難の技です。そして3つ目はガキ道の攻略。忍術が無効なので、ガイ先生のように体術でゴリ押すか、ジライアのガマリン将のような現術で動きを封じるか、もしくは視野共有を封じた上で奇襲をするしかありません。これに加えて天道による5秒間に一度の神羅転生、畜生道の大怪獣口寄せ銃、人間道による即死よしよしを考慮しながら戦わなくてはならないんです。そして4つ目、地爆転生の攻略。強すぎる引力で地形ごと引きずり込んでしまう最強の封印術地爆転生。作中ではキュービチャクラモードのナルトと B、エド転生イタチという影クラス選抜チームの同時攻撃によって核を破壊していましたが、ペインに単独勝利を挙げるにはこれと同じ火力を一人で出さなければ
ばなりません。それができなければ、空に浮かぶ岩の塊の一部になって終了です。そして何より重要なのが5つ目、本体の特定。たとえペイン陸道を全て撃破したとしても、それで終了ではありません。ジライアが撃破した畜生道が、ペインコノハ襲来時には別のキャラで代替されていたように、ナガト本人を倒さない限りは、ペイン陸道は何度でも蘇ります。ナルトのように千人モード状態で黒い棒で逆探知して本体の位置を割り出せなければ、本当の意味でペイン陸道に勝利したとは言えません。原作でナルトが勝てたのは、ジライアが命がけで残したペイン陸道の正体という情報と、活油による回復や情報共有、そして里のみんなが削ってくれたダメージがあったからです。何よりジライア先生が人生をかけて残した小説、ど根性人伝がなければ、ナガトを改心させて輪廻転生を使わせるハッピーエンドにはたどり着けなかったでしょう。そう考えると、もしたった一人で予備知識なしでペイン陸道と対峙したとしたら、たとえ歴代火影といえども一瞬の判断ミスが敗北に直結する極限の戦いになることは間違いありません。ではこの章から、もしもジライアの代わりに歴代火影が単身でペイン陸道と戦っていたらどうなっていたのか、ナルトファン歴22年、サスケの千鳥を100回以上真似した私バチが考えていきます。シチュエーションは雨隠れの里、そして事前情報一切なしとジライアが戦った時と同じ。ぜひあなたも扉間ならもっと卑劣な手段で何とかするはず。港なら飛来神で攻略できるはずと妄想しながら一緒に見ていきましょう。まずは忍びの神千住柱間 vs ペイン陸道。早速結論からいきましょうか。この対決、初代火影千住柱間の圧勝、勝率は 100% です。これは皆さんも異論がないのではないでしょうか。千住柱間といえば、唯一無二の結形限界木遁を操る全身柱間細胞の規格外のチャクラお化け。さらに砂での創造再生のような超高速再生を因を結ぶことすらなく常時発動している歩く要塞でもあります。そんな柱間をペイン陸道と比較してみると、まず単純な格が違いすぎます。第4次臨界大戦にて内葉マダラは生身の状態で全ての美獣を単独でボコボコにしていました。その絶望的な強さのマダラが万華鏡シャリンガンとクラマをフル装備して挑んでも勝てなかった相手。それが千住柱間という男なんです。九尾の半分のチャクラを持ったナルトといい勝負だったペインでは、中任試験にオロチマルが紛れ込むようなもので正直戦うと票が違います。一応実際の戦闘はどうなるか考えてみましょう。まずペイン最大の武器である視野共有も柱間の大規模攻撃の前には無意味です。樹海鉱炭や果樹海降臨が発動すれば、雨隠れの里の無機質な塔なんて一瞬にして巨大なジャングルへと変貌を遂げます。うっそうと茂る大樹が物理的に視界を塞ぐため連携を取ろうにも、どこから攻撃が来るか全く見えなくなるんです。ガキ道がこの木を吸収できるのかわかりませんが、もし吸収できたとしても、視野共有が一瞬立たれるのは確かです。その一瞬で、先方木遁神数戦樹上場化物や、明神門などをぶっ放せば、ペイン陸道全員を余裕で同時に撃破できるでしょう。ペインには最強の封印術、地爆転生があるじゃないか、という意見もあるかもしれません。ただ、柱間の先方木遁神数戦樹上場化物は、クラマですらペットに見えるレベルのサイズ感ですからね。ナルトの螺旋手裏剣、B の美獣玉、江戸転生たちの八坂の勾玉で破壊した地爆転生ですが、マダラのスサノオすら破壊する先方木遁神数戦樹頂上化物の千の手で殴り続ければ、核ごと粉々になるでしょう。また柱間は瞬時に千人モードに入れるので、ナルトのように本体を感知することも可能。なんなら戦いながらナガトのところまで出向き、サスケの時のように里とは何かを解く、おかげ式和解トークで戦わずして改心させてしまうかもしれません。実際アンケートでも 95% の方が柱間が勝つと回答しています。柱間ならペイン陸道に勝てることはナルトファンの総意と言って間違いなさそうです。さあ続いては2代目火影千住扉間 vs ペイン陸道です。ここはファンの間でも意見が真っ二つに割れそうな超難問ですね。私の結論はズバリ、扉間の勝率は 30%、3対7でペイン陸道の勝利だと考えています。あの卑劣様が負けるわけないだろ。飛来神があるから余裕。画面の向こう側からそんな声が聞こえてきそうですね。正直私も心情的には、我らが卑劣様こと扉間が近日でペインを蹂躙する姿が見たい。ただ冷静にスペックを分析するとどうしてもペイン有利という結論にたどり着いてしまうんです。まずは扉間のスペックから簡単におさらいしましょう。2代目火影千住扉間はご存知の通り開発の天才です。飛来神の術や江戸転生などの得得難易度 S の術や影分身など、後の世に多大な影響と迷惑を与えた強盗忍術をポンポン開発。まさにナルト界のエジソンです。戦闘スタイルは飛来神の術による超高速の移動と相手の意表を突く奇襲攻撃。
そして何より敵の能力を瞬時に見抜く分析力と感知能力においては、歴代ほかげでもトップクラスの性能を誇っています。ではそんな扉間とペインがガチでやり合ったらどうなるのか。まずペイン攻略の肝である視野共有の攻略、地獄道の能力について。こちらはジライアよりも早くたどり着くでしょう。第四次任海大戦真珠戦にて危険な局面にいる連合の忍びを飛来神で逃がした戦況把握力や陸道オービトに戦術が有効であることを理解した分析力がありますから。おそらく影分身を特攻させただけで、視野繋がってませんと理解するはずです。この分析スピードを活かし、例えば大量のエド天生体を壁にして視野共有を無効化したり、飛来神で強制的に1対1に持ち込んで1体ずつ倒しておく。これこそ扉間の勝ち筋ですね。続いて忍術キラーガキ道の攻略。お得意の水遁はガキ道に全て吸収されてしまいますが、扉間には飛来神斬り、通称飛列斬りというシンプルな物理攻撃があります。万華鏡車輪が持ちのイズナに通用した速度で切りかかれば、視野共有があったとしてもガキ道の首を跳ねることもできるかもしれません。また五条起爆札は忍術というより起爆札の連鎖爆発という物理攻撃に近いので、もしかしたらガキ道の吸収対象外となるかもしれません。エド天生体の壁で視野共有を封じ、五条起爆札の連鎖爆発で戦場を丸ごと破壊する。これが決まれば地獄道ごと吹き飛ばせる可能性もあるでしょう。ここまで聞くと、ペイン攻略の条件めっちゃクリアしてるし勝てそうじゃんと思ったかもしれません。ただ、ペイン陸道が能力がバレる前に早々に大技を切ってきた場合は、扉間に勝機はないでしょう。具体的には、里一つ消し飛ばす特大の神羅転生や自爆転生ですね。扉間の強みは速攻や手数の多さであり、柱間のような理不尽な火力は持っていません。自爆転生のような圧倒的質量攻撃が五条起爆札くらいしかないんですね。ご存知の通り五条起爆札はエド転生ボディが前提ですから、初見の対マン勝負でその準備が整うかというと疑問です。もし自爆転生を発動されれば引力に惹かれて空の木図となるのがオチでしょう。ただここからが扉間の見せ所。扉間が勝てないと判断した瞬間、飛来神で戦場から離脱し全力で逃げ切ることができます。一度里に帰り、ペインの情報を共有し、あらゆる対策を練り、大量のエド転生体を用意する。扉間は本来感知タイプですから、長門の存在、そして位置を特定することもできるかもしれません。生身の長門は機動力が皆無ですから、飛来神で奇襲ができれば一瞬で勝負が決まる可能性もあります。アンケートでは扉間勝利派が 72% と多数派でしたが、前情報なしの差しの対決で勝ち切ることはさすがの扉間でもおそらく不可能です。しかし忍者としての任務遂行なら成功する。これぞリアリストな扉間らしい戦い方ではないでしょうか。さあ続いては三代目ほかげサルトビヒルゼン vs ペイン陸道。このカードはいつの時代のヒルゼンかによって全く別の結末になるでしょう。結論から申し上げます。作中で描かれた追いヒルゼンであれば勝率は 10%。1対9でペインの圧勝です。しかしもし前世紀の若きヒルゼンであれば勝率は6対4でヒルゼンの勝利に覆ると思っています。まずはプロフェッサーことサルトビヒルゼンの強さを振り返っておきましょう。この葉に存在する全ての術を解き明かし、5大性質変化を全て息をするように扱う忍びの神様のような存在。最強の口寄せ獣円光王エンマを呼び出し、混合如意でぶん殴るという魔法使いかと思ったらゴリゴリの物理アタッカーだったみたいな強さを見せつけた歴代最強の実力者です。しかしご存知の通り作中のヒルゼンは老いというデバフと戦っていましたよね。チャクラ量は減り影分身すら2体が限界。この白寿司でスタミナ切れで息を切らすヒルゼンの姿に私のように胸を締め付けられたファンも多いはずです。ではまず老いヒルゼンがなぜペインに勝てないのか。これは単純明快で多勢に無勢だからです。この白寿司でヒルゼンはオロチマルとエド天聖の柱間扉間というとんでもないメンツ相手に視力を尽くしました。しかし結果は相打ちが精一杯。対するペインは視野を共有し完璧に連携してくる6人の亡骸です。5大性質変化の術を放ってもガキ道に吸われ、如意棒で殴りかかろうにも天道に弾かれる。スタミナのないヒルゼンにこの息をつかせぬ波状攻撃をさばき切るのは不可能です。分析する暇もなく物理的に押し切られて終了でしょう。では妄想一つ先に進めましょう。もし前世紀のヒルゼンだったらどうなるか。もちろん前世紀ヒルゼンの作中での描写はありませんので妄想の域を出ませんが、夢のある話
話をしましょうよ。設定上ヒルゼンは、この葉に存在する全ての術を使用可能。秘伝忍術は月経限界とは異なり理屈さえ分かれば体得できますから、ここでは秘伝忍術も使用できると仮定しましょう。つまり、多重影分身の物量で制圧することも、超倍化の術で大怪獣バトルを挑むことも、そして飛来神の術や八門遁甲すら使用できた可能性が高いわけです。想像してみてください。5大性質変化の術で広範囲を焼き払いながら、如意棒を持ち、八門遁甲を開いた特大のヒルゼン数百人が死角から飛来神で飛んでくる地獄絵図。こんなものはさすがにペインでも手数の暴力で視野共有ごと粉砕できるはずです。神羅転生だってナルトが多重影分身で耐え切ってみせましたから、歴代最強のヒルゼンなら当然できるはずです。ただ唯一ヒルゼンにも対処が難しそうなのが自爆転生ですよね。あの核を破壊できるだけの遠距離高火力ウェポンをヒルゼンは持っているのか。例えばガイ先生のヒルドラとか長寿の長弾爆撃レベルの術を全盛期ヒルゼンが連発できれば破壊できる可能性もありますが、さすがに妄想が過ぎます。自爆転生の攻略。これが全盛期ヒルゼンの唯一の負け筋。ペインの勝率 40% の理由です。また第4次臨界対戦でオビトの武道玉の能力を一瞬で見抜いた分析力なら本体の存在に気がつくでしょう。あとは仙人モードやカリンの神楽心眼のような感知能力を持っていたかどうか。ここは神、岸本先生のみぞ知る永遠の謎ですね。以上のことから前世紀の圧倒的攻撃力と自爆転生への対抗策の不安要素を踏まえると、ヒルゼンの勝率 60% くらいに落ち着くのではないかと思っています。なおアンケートでは 35% がペインの勝利、61% が前世紀ならヒルゼンの勝利と回答しました。やはり歴代最強のヒルゼンならやってくれる。これは我々読者のロマンそのものですよね。さあラストを飾るのは4代目火影波風港 VS ペイン陸道。世界人気投票でも1位を飾ったナルト界のアイドルですね。早速結論からいきましょう。港の勝率は 20%。2対8でペイン陸道の勝利です。嘘だろという悲鳴や、飛来神があれば無双できるだろという反論が聞こえてきそうですね。わかりますよ。港なら何とかしてくれる。そう期待しちゃいますよね。ただやっぱりジライアと同じ初見単独という条件でシミュレーションすると、さすがの港でも厳しいと言わざるを得ません。その理由を紐解いていきましょう。まずこの歯の黄色い先行港のスペックのおさらいです。特難易度 S の飛来神の術をポンポン使いこなし、他国の忍びに見たら逃げろと恐れられるスピードスター。さらに微重玉の原理を応用して螺旋丸を開発したり、九尾襲来時に飛びのカムイの仕組みをわずかな打ち合いの中で見抜いたりなど、戦闘 IQ に関してはカカシを超えてトップクラスです。そんな港がペインに対して有利な点。それは情報収集の速さ。飛びのカムイを瞬時に見抜いたように、視野共有や地獄道の蘇生といった初見殺しギミックには、ジライアよりも圧倒的に早くたどり着くでしょう。また、考案者の扉間をも凌駕する飛来神の使い手ですから、ペインの視野共有すら置き去りにして、ガキ道や地獄道などのキーマンを破壊するかもしれません。もしくは扉間の箇所でも検討した通り、飛来神で別の場所に飛ばして強制怠慢に持ち込む。そんな神業も、港なら涼しい顔をしてやってのけるでしょう。ただ、港が優勢なのはここまで。ここから先はもうペインが勝つ理由しか見当たらないんですよね。最も致命的なのは、港の戦闘スタイルである飛来神が封じられる可能性があること。港のスタイルはマーキングした特注区内を戦場にばらまき、その間を縦横無尽に駆け回るものです。しかしこの戦法には明確なリスクがありましたよね。区内という着地点があらかじめ決まっている以上、そこで待ち伏せされたら終わりです。12個の輪廻眼で区内を監視するペイン相手には、今からここに現れますよと言わんばかり。あまりに危険すぎます。さらに絶望的なのが神羅転生です。神羅転生によってフィールドの区内ごと全て吹き飛ばされたら、その時点で港の生命線である戦闘スタイルそのものが機能停止に追い込まれてしまうわけです。加えて何より罪なのが自爆転生への対抗策がないこと。生前港の最高火力は螺旋丸ですが、バレーボールサイズの螺旋丸ではあの巨大な塊を破壊するのは不可能です。自爆転生を発動されたら飛来神で県外へ逃げるしかありません。仙人モードがあるじゃないか。そんな意見もあるでしょう。ただ、他でもない港自身が戦術チャクラを練るのに時間がかかる、維持できる時間が短いと発言しています。ペイン陸道という絶え間ない攻撃の雨の中で自然エネルギーを集めきることは不可能ですし、仙人モードを使
えたとしても、螺旋手裏剣や美獣玉のような高火力ウェポンがないため、そもそも自爆転生は破壊できません。もし勝ち筋があるとしたら、飛来神で逃げ回りながら情報を集め、チャクラ受信機の秘密に気づき、本体である長門の居場所を特定する。そのルートだけでしょう。しかし完全初見の状態で自爆転生や真羅転生、巨大な口寄せ銃が飛び交う中、たった一人でその細い勝ち筋を拾いきれるか。いくら天才港でも分が悪すぎます。本体を見つける前に里を消し飛ばす真羅転生を撃たれてジエンド。これが港ファンとして認めたくはないけれど、認めざるを得ない現実でしょう。アンケートでは 72% が港の勝ちと回答しましたが、コメント欄ではペイン勝利派が圧倒的でした。やはり港がかっこよすぎるがゆえに、推し補正という名の現実にかかっている方が多かったのかもしれません。もちろんここまで動画を見ているあなたは、しっかり分析した上で投票してくれたことは分かってますよ。最後に本編でペインとも戦った綱手やカカシ、ナルトについても改めて当チャンネルでアンケートを取ってみました。綱手5対95で敗北。カカシの勝ちは 4% だが両目シャリンガンカカシなら 57% で勝利。ナルト86対14で勝利。こうして見ると、実質任界最強の将校であるホカゲであっても、前情報なしの怠慢でペインに勝利するのがいかに難しいかがよくわかります。改めて命がけで戦ってくれたジライアにはリスペクトが止まりませんね。さて、ここまで動画を見てくださったあなたも、私と同じくナルトを愛する同志です。そんなあなたがペイン陸道 VS 歴代ホカゲについてどう思ったのか、感想や考察がコメントで聞けることを楽しみにしています。何をコメントすればいいかわからないという方は、もしペイン陸道の情報を知った状態だったら、ジライア VS ペインの結果は変わっていたと思いますか？ぜひ聞かせてください。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。というわけで最後までご視聴いただき、自爆転生